はい、今回はオーリーの始め方と題してオーリーを始めてみたいという人に向けてこの動画を作りました。なのでスケボーを始めてちょっとオーリーに挑戦してみたいんですっていう人がこれ見てもらえればテールを弾いて多少ここに板が浮くぐらいまでは持っていけると思います。高さを出すっていうよりも今回はテールを弾いて板をここに浮かせる、そこがまずできないっていう人結構いるので、僕もいろんな人を教えてきたんですけど、これをレクチャーすると大体みんなテール弾いて板がちょっと浮くようになるので、そのやり方を説明したいと思います。まずはですね、テールを弾けない人の特徴をちょっとやりますんで見てください。これですね、体重が前に乗りすぎちゃっててテールを弾きたくても弾けないで、なんならこういう人いますいるよねあとは次のパターンですよ。テール弾こうとして頭を後ろに下げちゃう、こうやって下げちゃうんですね。下げちゃうんで弾いてはいるんだけど板が飛んでっちゃってもう乗れる気がしない、そういう人。あともう一パターンは忘れちゃった。今何をしたか分かった。あとは踏むことを意識しすぎちゃって踏んづけちゃって板が全然上がらない。テール弾けてるようには見えるんですけど自分が沈んじゃってて全然上がんないですね。この3パターンが主にできない人の特徴です。この3パターン、体重が前に乗りすぎちゃう人、逆に後ろ行きすぎちゃう人、踏みすぎちゃう人、この3つをまずしっかり解説していきたいと思います。まずこの前に乗りすぎちゃう人と後ろに行き過ぎちゃう人っていうのは基本的に頭の位置がこのウィールの間にないんですよね。頭がウィールに出ちゃうと後ろに板が行っちゃうし、頭がウィールの間から外側に出ちゃうと前に行っちゃいます。なので必ず頭はウィールのこの中に収めるように意識してください。この時下見てもいいです、前見てもどこ見てもいいんで必ずこの中に収めるように意識してください。この時やってほしいのが足を上げる下ろす上げる下ろす、この練習なんですけど大体みんなこの時にこうなったり、あとは足がこうやって伸びちゃっててバランスが不安定になっちゃいます。なのでこれをやってほしいんですけど中腰になってもらって必ず踏んだ時は中腰をキープしてください。頭の位置をそのまま動かさない位置見つけてください。頭の位置を動かさなくても足を上げ下ろしできる場所をしっかり見つけてください。そうするとこのテール側のウィールが軸になって板が動いていることに気がつくと思うんですけど、これがテールを弾くポジションです、体の。なのでこの位置のまんま体を持ち上げてテールを弾く練習をしてみてください。必ず上げて下ろしてこのポジションのまんま体を持ち上げる。このポジションだと頭の位置が適正な位置に来るのでその位置を動かさないように意識してやってみてください。このポジションが見つかっても体をこうやって沈めたまま蹴るとオーリーできないので体を持ち上げて最後に体重抜いた瞬間に弾く練習をしてください。で大体できない人っていうのはこうやって板踏んづけちゃってるので、そうじゃなくてピックアップ練習してください。これ大体できない人はこうやって失敗しちゃうんで必ず板を立ててキャッチできるようにやってみてください。でこのピックアップする時なんですけど足をこうやって離したまんまこうやって踏むとかじゃなくて必ず足を置いた状態から足首でこうやって叩くようにしてください。この時にこうベタってつくんじゃなくてしゃがんでおいて地面を叩きながら体を持ち上げるようなイメージですね。しゃがんでおいて体を持ち上げながらこれを板に乗って同じようにできればオーリーができるようになりますなります。でこのテールを叩けるポジションっていうのをしっかり見つけたらこのとにかく軽くテールが叩けるように練習してみてください。これができたらもう滑りながらやってください。物を飛ぶとか考えなくていいんで滑りながらさっきのポジションでこうやってテールを叩く練習をどんどんやってください。これに慣れてくればそれだけでもう
テールが浮き始めます。それさえできてしまえばちょっとした段差とかはもう飛べるので、こうに滑ってきたらタイミングだけ合わせればこうやって物は越えられます。こうやって滑ってきたら滑りながらもノーズはクリアできるので、テール叩いちゃえばこのウィールが上がるので物は越えられます。結局オーリーっていうのは物を越える動作なので、こういうタイミング合わせて効率的に叩ければ簡単に物は越えられます。なのでちょっと見てください。さっきやったテールを叩くことができればこれぐらいのものは簡単に越えられます。今テールほとんど上がってないと思うけど、物は実際こうやって越えられるので。でオーリーする時のスタンスなんですけど、僕の場合はだいたいビスが前2本見えるぐらいの位置ですね。でつま先は出ないぐらいのポジションですね。この小指がここのノーズのくぼみにこうやって当たるようなイメージ僕は持ってます。こすり上げるっていうよりもここに立った時にここに引っ掛けるようなイメージですね。あんまこすんなくてもしっかり板が立っていればここに当たってくれるので、スタンスはこれぐらいの位置ですね。で後ろ足はつま先出さないようにしてください。つま先でテールを弾くので、僕の場合はこのビスの間のこの辺を足の親指でこうやって叩くようなイメージですね。みんな結構オーリーここでやる人いるんですけど、ここだと踏みしろが長いので結構時間がかかります、この踏むまでに。なので僕はなるべくこの内側に入れてこうやってここを支点に叩くようなイメージでオーリーしてます。なので足を置いた時にここ指 1,2 本分ぐらい空きます。結構上手い人は大体そうです。このオーリーのポジション見た時にこうやってる人はオーリーそんなにあんまり上手くないのかなって僕思っちゃいます。なのでオーリー上手い人はこうやってしっかり足が収まる位置で叩いてます。でこれをやることによってオーリー蹴った時に足が離れづらくなるのとクイックなオーリーができるようになるので、あと普通に見ててもらってこうやって端っこに置いてると体がこうやって斜めになってるの分かります？この状態でオーリーをするのってさっきの話じゃないんですけど、前から後ろとかっていう風にバランスが取りづらくなっちゃうんですね。こうやってジャンプするのって結構難しいんですよね。なので必ず両足で踏ん張った方が高さは出せるので、テールここに乗った方がバランスは取りやすいです。こういう風にしっかり踏みます。なのでこういう風に体が傾くようなイメージじゃなくて、なるべく平らな位置をしっかり踏んで体の真上に持ち上げるような感じですね。両足でしっかり踏んでまずは体をしっかり持ち上げて、こんな感じで両足でしっかりまずは体を持ち上げてから弾くイメージですね。こうやって前足で飛ぶっていうよりは実際どうなの？俺もやってみる。端っこでこうなるよね。こうなっちゃうんで、なるべくなら平らに保った方がいいと思います。あとはテール軽く弾ければこういうバンク使って高さ出さなくてもこんな感じで遊べるようになります。まだこういうバンクでもテールが叩ければこういう遊びもできるようになるので、フェイキーなんかもいいですね。フェイキーの方がやりやすいっていう人もいるので、こんな感じでテール叩くだけでも遊べると思います。もうステアなんてそれだけで十分飛べます。滑りながらテール叩ければ高さはいらないのでこれで十分遊べると思うので、いろいろチャレンジしてみてください。